どうもどうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。いや、最近夏バテなのかわからんけど、生活リズムの乱れがひどくてさ、寝ても4時間ぐらいで起きちゃったり、それで夕方とか変な時間に寝落ちしたりって感じで動画投稿が滞りがちだったんだけど、やっとその辺が治ってきてさ、これからはぼちぼち元のペースで投稿できそうですな。視聴者さん方も気をつけろよ。特に気圧と湿度と気温には。と、それはさておき、前回は墓標のイベントをおそらく全て潰したところでしたね。今回は最後のサブダンジョンに向かいますわよ。それがここ、騎士の棺。早速鎧のおっさんどもに囲まれるが、お前らとまともに戦うつもりはない。鋼タイプは面倒なんじゃ。ひたすら逃げまくれ。なんかおる。勝負。当の騎士長、マジで誰だ。すでに四天王は倒したんだし、今さらジムリーダーに出てこられても困るぞ。この騎士長、すっげえ弱いし、特に何かあるわけでもなかったので、しょっぱなから早送りの刑になります。悲しいね。勝利。単体攻撃しかしないくせに火力も低いんなら騎士長なんてやめちまいな。当の騎士長タルマス、お前ユーザーネームの前後に記号をつけるタイプかい。いやー、古き良き MMO 仕草って感じでほっこりしちゃうね。私もエミルクロニクルオンラインとかやってた頃には名前をセフィロスにしてダガーで囲んだもんですよ。しかし当の騎士長がいるってことは他にもいるのかな。悪の騎士長とかフェアリー騎士長とか、字面だけでシュールすぎるな。ほんじゃ探索再開。今度は風の騎士長かい。ノーマル飛行タイプでそんなにカッコつけるんじゃない。お前はポッポや鬼スズメみたいなもんなんだから。運よく敵が暗闇になった。これ勝利確定です。早送りや。暗闇の強さをその身で思い知るがいい。実際問題、単体攻撃が全部外れる異常がボスでも2ターン続くことがあるってやべえよな。勝利。そのままの勢いで探索続行。次は毒の騎士長か。漫画とかでの毒タイプって美味しいポジションだよな。一見怪しくて実はいいやつパターンでも劇的に裏切るパターンでも美味しいっていう。ドッグ&フェアリータイプか。地味に耐性が優秀じゃない。ウォーターちゃんの草魔法も悪魔法も効かなくて困るんだが、当然ながら闇おごろも通用しないわな。抜群を取れるのは地面、毒、鋼か。こんな時にポイズンくんがいれば。自己バフからの全体猛毒とは対人戦みたいなことするね。君、猛毒はどんどん痛くなるから無視するわけにもいかないんすよね。とりあえずこの上がった魔法2段階は無敵化させていただく。いででで、先に使ってきた全体攻撃が結構痛い。我が分、全体攻撃の連打に対しては粉塵するしかないのが辛いところ。あんまり連打してくるんじゃないぞ。クエイクさんからのヒドロウェーブ、普通に強くない。生半可な育て方だったら普通に死んでるぞ。っていうかウォーターちゃんの猛毒もそろそろ対処しないとやべえ。42ダメージとか食らうようになってきた。当の騎士長はこの人を見習えよな。猛毒を治そうとして火星アイテムをウォーターちゃんに振りかけちゃったよ。なんたるケアレスミスか。ウォーターちゃん、猛毒で死亡。それを肩代わりして大地ちゃんが死亡。大地ちゃんが死んだことで全体バフ。
てんやわんやだよ。そういえばウォーターちゃん、光栄だと異常が治るパッシブあるから1ターンだけ隊列を切り替えてもよかったなと練習中に思いました。まあでも大地ちゃんが死んだ時のバフのおかげでめちゃくちゃ安定したな。ってなわけで早送りの K だ。勝利。特にコメントはない。そのまま探索続行。竜の騎士長とのバトルだが、こいつはマジで見どころがなかったので初っ端から早送りだ。動画をキリのいいところまで収めたいね。こっちは個性をつけて出直し的な。勝利。ドラゴンタイプは古竜でお腹いっぱいだよ。そんなこんなで全員の騎士長を倒したことでここのボスに挑めるようになりました。おお、寄り道サブダンジョンのくせに随分手間かけさせてくれたな。あれ、もしかしてラスボス的な人ですか？それとも自分をラスボスだと思い込んでいる一般王様？まあどっちでもいいか。コラース、アンデッドキング、エスパー&ゴーストタイプか。またゴーストかよ。相手がゴーストを持っているだけでクイックムーブちゃんもヤミッチも超弱体化するのが辛いところ。ウォーターちゃん抜群魔法持ってないかな。悪魔法シェードさんが4倍だわ。これ勝ち確定じゃないっすか。さて4倍魔法で何歩ほどダメージ出るかなーっと。うわー、なんだめっちゃ怖いんだけど。シェードさんは500ダメージ。まあまあ悪くないっすね。本当にびっくりした。急に怖い演出を入れるなバカタレ。収録中の私も更新しちゃってるでしょ。改めて見直してるけどマジで怖い演出だな。ライブアライブのセントアリシアって技を思い出すね。ライブアライブなリメイク版がもうすぐ発売されるのはめっちゃめでたいけど、とにもかくにも金欠なもんでスルーかな。配信禁止区間の都合上あの世で俺に詫び続けさせられないしね。と脱線しまくっちゃったな。アンデッドキング、さっきの技のついでのように雑魚を召喚もしてきてるな。ウォーターちゃんはキングを殴って他は回復したりしててくれ。よし、25% 削った。最大 HP は5600ぐらいと見た。骨のくせに頑丈なやっちゃな。まあウォーターちゃんが8回攻撃すれば勝てるっしょ。最低8ターンか。回復もしてくるしこりゃ時間がかかるぞ。闇おぼろで500ダメージとかブイブイ言わせるヤミッチがダークスレイヤーに持ち帰ると200ダメージしか出ないのは切ないな。タイプ1の 1.5 倍やら武器攻撃力やらって大事だな。ちょっと切なすぎるので闇おぼろに持ち替え直してザコを殴るか。キング討伐はウォーターちゃんに丸投げしよう。90ダメージ弱っ。今一つだからしゃあないけど。いやいや呼びすぎ。突然どうした。いきなり4体も増えるとは。これは早くキング討伐しないとえらいことに。こいつら騎士長のタイプと同じだ。なるほどね。確かに4体の騎士長がいたな。あいつら全員ネクロマンスしたのか。うわ、しかも全員元の騎士長と全く同じ技を使ってくるぞ。地味に結構ヤバい局面なんじゃない？これ適当な全体攻撃で死んだ騎士長オルで HP はめっちゃ少ないな。うわ、深くされた。騎士長なんか補助技を使うやつが多いなって思ってたけどこういうことだったんだな。これで補助と攻撃は騎士長に任せて自分は回復か。正直私が大好きな戦法だな。カプスラゲーだと召喚ビルドでそういうことやりがち。ま
まあ召喚ビルドはやることがワンパターンになっちゃって飽きてゲームを投げちゃうまでがワンセットだけど、我ながら面倒なプレイヤーやで。回復技2連打。そんなんでよくラスボスみたいなこと言えたな。しかも回復量も100ってのがまた。1000回復ぐらいしてみろや。実際にされたら私は切れるけど。怖い怖い怖い。間違いなく精神ダメージは今までで一番受けてる。やっぱり最小感もあるか。さっさとしんどけー。ブレイクダウン。キングの後を追ってくれて助かったな。勝利。てめえの敗因はたった一つ。悪属性が4倍弱点だったことだ。恒例の無言爆死。報酬は王族の鍵。幻の冠か。王族の鍵はすでに持ってるから意味ないとして、冠気になりますね。効果は周囲が明るくなる。 SP が徐々に減少。これってもしかして、私が大好きなフロムソフトウェアのブラッドボーンっていうゲームには原始の王冠っていう何も効果がなさそうに見えて、装備すると隠しルートが見えるようになる装備があったんですよね。それじゃない。よし、直ちに装備したまえ。見た感じ隠しルートが見えるようになるとかはないな。もしかして本当に明るくなるだけ？嘘やろ？ちょっと待ってくださいね。攻略ウィキの冠のところだけパパッと見てきますんで。幻の冠の効果は文字通り画面が明るくなる。奇襲も防げる。アイテムの松明と同じ効果。マジかよ。そんなんライト付きヘルメットじゃん。アンデッドキングが落としたものがライト付きヘルメット。あとイラスト屋はなんでライト付きヘルメットの素材があるの？手広すぎだろ。まあいいか。所詮はラスボス思い込み一般王様よな。これでサブダンジョンは全部制覇したし、次回に竜帝をぶっ倒して、次回にラスボス倒して、それ以降は隠しボスと負けボス。そんな感じでいきましょう。といったところで今回はこの辺でお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。